まさかね、何も映るわけないよねと思いながら動画の音量を最大にして、はい、聞いてみます。どうも、島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ、チャンネルですね、メンバーシップの方もあります。ぜひよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録、グッドボタン、コメントの方もぜひぜひお待ちしております。さあ、今回、はい、皆さんにね送っていただきました怪談、投稿怪談をお送りいたします。本当にねちょっとマジかっていうぐらい今日も興味深いお話集まってますんで、ちょっと紹介させていただきますね。6人の方の、はい、怪談紹介いたしますが、今日紹介をさせていただいた方、プレゼントで2枚組のステッカー差し上げます。悪霊退散、そして開運ステッカーの2枚組です。ぜひ概要欄にありますメールアドレスの方にタイトルステッカー係ということでね、連絡先送ってください。時間かかってしまうかもしれませんが、ステッカーの方を送らせていただきます。本当にありがとうございます。さらに引き続きですね、そちらのアドレスの方に不思議体験ある方は送っていただけたらと思います。楽しみにしてます。ちょっとまずね、一つ目からね、ちょっとえげつないっていうかすごいんですよ。なんだこの話っていう、アルファベットで寮母さん、はい、女性の方ですね、はい、送っていただきました。寮母さんありがとうございます。初めてメールします。私は今現在50代の女性、そして弟がいて、弟は40代です。年が近いご兄弟。そのお姉さん、寮母さんの方から送っていただきました。実家を建て直しするときに、弟が書いた不思議なノートが出てきたんです。このノートがですね、多分弟さんが中学校ぐらいの時に書かれたノートらしいんですけども、不思議なことが書かれていると。それをですね、島田さんに読んでいただきたく文字起こししましたんで、よかったらそのノートに書かれている内容、書かれていた内容ですね、はい、紹介してほしいですということで送っていただきました。ちょっとすごいですよね。きっと弟さんが、中学校時代に書いていたノート、はい、なんですけども、どんなことが書かれていたか。秋晴れの日、僕は相変わらず中学校のクラブの練習に出かけた。姉ちゃんも同じ中学の同じクラブの女子部に行っていたので、いつも一緒に学校へ行っていたが、その日は姉ちゃんが休むということだった。足が痛いらしい。クラブをやってて足が痛くなるのはよくあることなんで、別に心配もせず、僕は一人で学校へ向かった。姉ちゃんは病院に行って検査をして帰ってきた。詳しいことは両親が僕に話をしなかったので何もわからない。1週間後、姉ちゃんは入院するらしい。なんか大きな手術をするらしい。この姉ちゃんっていうのがメールを送っていただいた寮母さん。はい。その弟さんがこういう日記を書いてたんですね。姉ちゃんがただならぬ病気だということは両親の雰囲気から悟った。しかし僕ができることは何もないので、姉ちゃんの病院に、クラブ帰りに行って姉ちゃんの病室を見て、早く良くなりますようにと念を飛ばし、その後家の近くの神社に行って早く良くなるようにお願いをしようと思った。とてもお姉ちゃん思いの弟さん。しかし夜なんで真っ暗で一人ぼっちの神社は怖く、石段を上がることができず、鳥居をくぐることなく下からお願いをした。その日からクラブ帰りに病院、そして神社の階段、これが僕の日課になった。日曜日に姉ちゃんのお見舞いに両親と行くと、姉ちゃんな、坊さんになった、かっこ笑い。見ると姉ちゃんはガリガリに痩せていて、あれだけ真っ黒だった肌は青白くなり、髪の毛はほとんどなかった。そういう
髪の毛もっていう状態を見て、ちょっと冗談ながら、場を和まそうとして、親御さんは「姉ちゃんはお坊さんになったんだよ」なんていう、冗談を言われたってことなんですね。薬の影響だからまた生えてくると両親は言っていたが、これはただごとではないと悟った。姉ちゃんの手術の前日、何時になっても寝られなかったので、夜中一人で僕は神社に行った。どうしても手術が成功してほしい、姉ちゃんを連れて行かないでほしいと思い、怖かったけれど石段を上がり、きちんと神社の神さんにお願いをしようと思った。いつもは怖かったんで石段の下からだったんですが、その日は鳥居をくぐってもうちゃんと鳥居、その奥の本殿の前まで行ったわけですね。上がりきったところであと50メーター進んだら鈴と縄がある場所へたどり着く。しかしふと左側を見ると、木の陰に真っ赤な背中の丸まったおじいさんがいることに気づいた。真っ赤というのは服装ではない。顔から手足、頭まで全て赤いのである。ついでに持っている杖も真っ赤だった。怖さの限界が来て、そこでちょこんと頭を下げ、姉ちゃんのことを頼みますと超早口で言って帰ろうと思ったその瞬間、赤いおじいさんが木の陰からバサッと出てきて僕の前に立ちふさがった。主の望み聞き入れる、代わりに主の玉5年後にもらい受ける。はっきりそう聞こえた。おじいさんは僕が見た限り人間ではなかった。足が震え、膝がガクガクするけれど、なんとか家にたどり着いた。頭まで毛布をかぶり、電気をすべてつけて寝た。2ヶ月後、姉ちゃんはチクチク生えてきた毛とともに家に帰ってきた。今、姉ちゃんは元気、社会人になった。再発もなく、もう大丈夫だろうと言われているみたい。僕も高校生活を謳歌している。ふと赤いおじいさんのことを思い出す。言われたことが本当なら来年僕の玉を取りに来る。玉っていうのは何のことかわからないけれど、心なのか金の方か魂のことか。どちらにしても姉ちゃんを元気にしてくれたんだから差し出そうと思う。ただね、これ今私は50代の女性で弟は40代ですっていうねふうに書いていただいてるんで、だからそのね本当に2人ともお姉さんもねこの病気からもう復活されて、そして弟さんもね謎のおじいさんに5年後玉を取りに来るなんて言われてたんで、僕もちょっとこれ見た時にえっと思ってたんですけど、もう何事もなく今お二方とも大人になって、で今もう50代40代っていうことなんで、だから主の望みね聞き入れる、代わりに主の玉5年後にもらい受けるっていう、この契約のような言葉は何だったんでしょうかね。お姉さんのね方は元気になってるんで、それが成立してるとすると、主の玉5年後もらい受けるっていうね、それが命ではなかったってことなのかもしれませんけど、いや本当にもしかして考えられるのは、この時の日記では、来年僕の玉を取りに来るっていうね、この時は翌年がその5年後ってことだった時期に書いた日記だと思うんですけども、今でもお元気で40代になってる、だから大丈夫じゃんっていうふうに思うんだけど、もしかしたらこの日記を書いた翌年5年後っていうその年に入れ替わられちゃってたら怖いなみたいな、そのね謎の老人なのかよくわからないものに5年後
見た目的にはわからないんだけど、実は中身はもう魂を取られて、代わりにその老人が弟さんの体に入って弟さんとして大きくなってるみたいな、まあないと思うんですけども、そういうことだったらすごく怖いなあなんて思いますが、主の玉ね、ああ心か、魂のことか、金だから玉のことか、それってこれまあちょっとね、今ほら寮母さんこうやってすごくねちょっと衝撃的な内容のね、ノートを発見したということですけど、ちょっと弟さんにぜひ聞いてほしいですね。これこんなことあったのありがとねなんていう、おかげでね今無事にこうやってね成長できたっていうこととともに、ここに書いてあるその5年後もらい受けるなんてことあったけど、だからその辺のこととかちょっと本当できたら追加取材じゃないんですけど、弟さんにね聞いてほしいななんて思いますね。全く知らないよとかいうことでもまた怖いですし、記憶に全くないとかってなっても嫌だしっていう、何かを隠しているような感じもしても怖いしっていうね、ちょっとなんかその弟さんの反応気になりますね。もしよかったらお願いいたします。壮絶なびっくりした話でした。ありがとうございました。続いてペンネーム KM さんからいただきました。これは私が3歳くらいの頃の出来事、よく覚えているんでメールさせていただきました。3歳ぐらい記憶ねしっかり残ってるんですね。家族で夕食をとっている時のこと、部屋に私の家族4人の他に大勢の人がいることに気がつきました。その大勢の人たちは私たち家族を取り巻くように立っていて、幼心に親戚の人たちが来ているんだなぁと思っていました。夕食をとっている最中だったんで、みんなその大勢の人たちはなんでご飯食べないのと私は両親に聞いたんです。すると両親は何を言ってるんだと不思議そうな顔をしていました。みんなには見えてなかったんですね。自分たちばかり食べていることに申し訳なく思った私は、周りの大勢の人たちに自分のお茶碗を持っていき、はいどうぞ、おいしいよと声をかけました。両親と姉は何が何だかわからない様子。周りを見ると、父の左肩に私と同じくらいの年の女の子がだらーんと覆いかぶさっているのに気がつきました。ああ、親戚の子が父に遊んでもらってるんだななんて思い、私は羨ましくなって反対側の父の、右側にその女の子と同じように覆いかぶさりました。父は今ご飯食べてんだからやめなさいと言ってきましたが、私はその子は遊んでもらってるのになんで私だけ、その子はいいなと、そんなことを言うと父は不思議そうな顔をしていました。だからやっぱりいないんですよね。それから数日間は大勢の人たちが家にいて、今日もいっぱい来てるねと家族に言うと、姉にやめろと怒られたことを覚えています。それから数日後なんです。父はバイクに乗っている時に転倒し、左肩を骨折する怪我を負いました。女の子が覆いかぶさっていた方の肩です。それに気がついた時、何か良くないものがいたんだなと理解しました。母はどこどこに行った時に連れてきたのかもしれないねとも言っていました。その場所がどこだったのかは今となっては分かりません。母からは何か見えても人に言っちゃいけないよと教わってきたので、これまで自分の中で消化してきましたが、島川さんの YouTube を拝見し、同じような経験をしている人がいることに安心感を覚えました。そうですね、なんか本当にこう、言っていただくのが、ね、自分だけなんだ、違うんだ、これはとか言っちゃいけないんだなんていう時にね、この怪談の世界に触れて、なんか自分だけじゃなかったんだっていう安心してくれる方、あとはなんかこういう話ってしちゃいけないんだろうなと思ってたんだけど、いや自分の話喜んで聞いてくれる人がいるんだなんてことでね、その口をね開いてくれる方がいるのも嬉しいなと思うことなんですけど、 KM さんなんでしょうね、その当時たくさんの人がいた、連れてきたりしたら多すぎますよね。でお父さんの左側にこうね覆いかぶさっていた女の子がいて、その後怪我する。ねお父さんだけなんですけどね、これ
どういうことなんでしょうかね。ただすごくその子供ながらにすごく見えていたっていうね。ありがとうございます。はい。さあちょっと行きましょうかね。続きまして、ペンネームハランタナ。ペンネームはランタナ。ペンネームハランタナ。ちょっとハランタナさんかランタナさんか、ちょっとごめんなさい、ひらがななんですけどもね、ちょっと僕がちょっとわからなくてすみません。はい、ありがとうございます。1年ほど前の12月の20日ぐらいだったと思います。1年前、はい、トイレに行き用を足したところで完全に動けなくなり、おそらくそこで気絶をしてしまいました。ふと目の前に川が流れていました。私はそれを見て、これが三途の川かと思ったんです。流れがとても急で、これを渡ったら途中で流されそうだなと困って向こう岸50メーターぐらい先を見ると、母、父、父方の祖父、祖母の順で立ってじーっとこちらを見ていることに気がつきました。私は恐怖心は全くなく、ああこれがお迎えってやつかと思っていたんです。相変わらず川の流れはとても急で、渡れずに困っていると、母が右手をゆっくり肩の高さくらいまで上げて手招きを始めました。そこで初めて恐怖心が湧き、いやこの川渡るの絶対無理と強めの拒否をしました。するとバンと場面が変わったんです。それから半年後の6月ぐらいに話が進みます。今度はお昼、なんとなくぼーっとしていると、夢なのか草原に立っている自分がいました。草原といっても緑ではなく、キラキラとした秋のススキの葉のような感じでとてもきれいな景色。前回と違って暖かな日差しでとても気持ちがいいんです。私の視線の先100メーターぐらい離れたところに、2年前に亡くなった愛犬がぴょんぴょん飛びながら遊んでいるのが見えました。と同時に向こうも私に気づき、キャンキャン言いながら走ってきたんです。ひとしきりじゃれ合って再会の喜びを分かち合ったところで、私が「さあ行こうか」と言ったところで現実に戻りました。それから3ヶ月後の9月の話。これは完全に夢で朝方に見ました。私の隣で娘が楽しげに何か話しかけていたんですが、私は上の空。なぜかというと、私の両手が真っ白になっていて、まさに亡くなった人の手のようなんです。なんだこの手は。これ娘に見せたら心配するだろうなとか考えているところで目が覚めました。それから2週間後に仲が悪かった人と仲直りをしたり、1ヶ月後に高校の時、およそ40年くらい前の友人からメールが届いたり、こんな感じで、なんか私いよいよ旅立つのかと不安になってます。さん急に最後そういうことってびっくりしてしまったんですけども、1年ぐらい前ね、三途の川、トイレに行き用を足したところで完全に動けなくなり、そこで気絶をしてしまったってところで三途の川で、その時はまあちょっとこう川がね流れ急だし行けないよと思ったんだけど、結構向こうから手招きされてたっていう。その半年後、亡くなったワンちゃん、ねえとこう遭遇する。でひとしきりね遊んだ後にさあ行こうかと言ったら現実に戻ってくる。で3ヶ月後も今年の9月ですよね、つい先日自分の手がもう白くなっちゃってる。なんかその後になんか今までこうつっかえてたようなちょっとこう友人とのこうものとか、あとは昔の人から連絡が来たりとかって、あれなんか私そろそろっていうなんか分からなくもないそういう気持ちになっちゃいますよね。なんかこう徐々に徐々にっていう、そういうこと。いやでもまあ考えちゃうとね、そっちの方に引っ張られちゃうってありますんで、まあ純粋にね、なんか今仲が悪かった
方とね仲直りできたとか、昔のね友人からメールが届いたっていうのはまあ嬉しいことで、またなんかこうね、ご縁が復活して楽しみがね増してくると思いますんで、なんかこれもしかしたらもう私なくなっちゃうんだなとかじゃなくって、単純にラッキーよかったっていうふうになんか強く思ってほしいですね。あとはまあ亡くなられたお迎えじゃないけどもねっていうご家族だとか、あと亡くなったワンちゃんだとか、もしかしたらなんかすごく自分のことを気にかけてくれてる時期なのかもしれませんもんね。なんかこうお墓参りに行くとか手を合わせたりとかね、なんか思い出すなんていうこと、なんかそんな風に思ってもらって、あとはもう心のね単純に安心感を持つためにこうなんかしっかり人間ドック検査に行くとかね、なんかあとはもうちょっといつも以上にこう少しこの時期は外に出かけたり運転中は安全にとか気をつけるなんて、そんな風にね心持ちしてもらって、これは悪いことじゃないんだと思ってなんかね、ちょっと過ごしてもらえたらななんて思いますね。はい。本人は多分気になっちゃいますよねこれ。でもなんかすごいこんなこと立て続けに起こると、確かに不安になるよななんてメール、送っていただきました。ありがとうございます。大丈夫だと思いますんで。さあ、続いてフルムーンさんから送っていただきました。これは保育園のママ友から直接聞いた話です。彼女には2人の子供がいまして、上の子が男の子、下の子が女の子です。下の女の子と私の娘が5年間同じ保育園で仲良くさせてもらっていました。彼女は若い時、結婚前に母親を亡くしていたので、その後生まれるですね娘、孫の顔を母親に見せることができませんでした。これは長男が生まれた時に起きた話です。第一子が生まれ、自宅に戻って普通に生活をしていました。すると玄関から「こんにちは、いるかい?」と聞き覚えのある声が聞こえ、出てみると亡くなったはずの母親が着物姿で立っていたそうなんです。不思議なことに彼女は落ち着いていて対応ができたそうです。普通だったらね、なんで亡くなったお母さんがって思うんですが、もう冷静に対応できた。しばらく初孫の顔を見て抱き上げて「かわいいね」、しばらく談笑した後「じゃあ帰るよ」と言って玄関から帰っていったそうです。普通に生きている母親の様子であまりにも自然だったので、亡くなったことも頭になかったそうなんです。私がなんで引き止めなかったの？なんで驚かなかったの？と聞きましたが、本人は亡くなったことすら意識になく、ただ普通に母親が孫に会いに来てくれて嬉しかった、そんな感覚だったと話をしてくれました。それって夢じゃないの？と何度も確認したんですが、昼寝はしてないし、あんなリアルな夢はありえないと言っていました。その後、夕方に彼女の旦那さんが帰ってきて今日会ったことを話すと、初孫だし男の子で珍しかったのかもなと疑うこともなかったそうです。彼女は2人姉妹で男の子の赤ちゃんが初めてだったんで、お母さんも見に来たんだと納得したそう。ちなみにその後女の子が生まれた時はお母さんは現れなかったそうです。彼女が作り話をする必要もないし、妄想癖があるとも思えないので今でも信じています。亡くなった人が自然な姿で現れ、自然に会話し普通に帰っていく。娘さんも驚いたり気が動転することもなく普通に対応している。こんなことってあるんですねという。なんかね、あまりにもこう自然でもう怖いとかっていう感覚にならないっていう、なんかそこも不思議ですけどもね。やっぱ実際にお孫さんね嬉しくって抱っこもできてっていう、そういうことってあるんですね。いやちょっとねこれも不思議なお話ありがとうございました。さあ続きましてこちら、はじめましておなすと申します。おなすさんから送っていただきました。正直どれを話そうか迷ってしまうんですが、見えるようになったきっかけは小学校4年生の時、高熱を出して寝込んでいた時に部屋の扉を開けた時、自分を見てからいろんなものを見るようになりました。高熱です、寝込んでました、扉開けました時に自分を見たっていう、自分がいたんです。自分がもう一人いた。そんな時から
不思議なものが見えるようになった。当時は熱のせいだと思っていたんです。基本見え方はモザイクがかかった黒い塊。それから徐々に頭の中でパーツが浮かんでくるといった感じです。正直今から話すことは少なからず心霊スポットと言われていた場所に行き体験をしたことを抜粋した話になります。高校1年の時、ある有名な心霊スポットに10人くらいで行きました。私は見えることから心霊スポットには行きたくなく、最後までダダをこねていました。ただみんな行く気満々、仕方なく足を運んだんです。10人の中で霊感があるのは私の他に1人、もう1人いたんですね。そんな中、いろんな噂がある長い滑り台のある公園に夜中向かいました。通路左側に噂がある長い滑り台がある。その隣に小さい子が遊べる砂場やブランコ、小さな滑り台、ベンチ、タイヤなどがありました。私自身そこを見た瞬間に、長い滑り台よりも小さい滑り台が怖くてたまらない、そんな気持ちがして目が離せなくなったんです。その小さい公園を横目に長い滑り台の方へ進んでいった時、あれ、あの小さい滑り台に誰か座ってない？と友人が言うんです。その言葉を聞いた瞬間、一気に心臓が速くなり、汗が噴き出す感覚になりました。まっすぐそこを見ていなくても、どうしても視界に入ってくる。するとその小さい滑り台を女の子が滑っていました。そして滑り終わったら足をついてすくっと立ち、くるっとこっちを向いたんです。その時のこっちを向いたあの女の子の信じられないくらいの笑顔、きっと一生忘れないと思います。私の中ではその時なぜかやばいと思いました。なのでただ一言だけ走ってとみんなに叫んでいました。その女の子はキャッキャッキャッと甲高い声で笑いながら追いかけてきたんです。怖くて怖くて無我夢中で走りました。言い忘れましたが、そこには小さい公園の先にからくり時計があり、その先に10メーターくらいの吊り橋があります。なぜか私は吊り橋を渡りきらないとまずいという感覚になったんです。吊り橋渡りきるまで後ろは見ないでとりあえず走ってと友人たちに叫んだことを覚えています。すごく長い時間走った感じがしました。みんな渡りきり、後ろを振り向くと吊り橋の入り口で口は笑っているが目は睨みながら地団駄を踏んでいる女の子がいました。誰かいなくなったとか誰かが憑依されたこととかではありません。でもあの女の子の笑顔や怒りは何だったのか、なぜ霊感のない自分以外の人たちにも見えたり聞こえたりしたのか、それは謎のまま。その後いろんな話を聞きました。本当かどうか分かりませんが、その公園に行った数年前、その公園が大好きだった子が不慮の事故で亡くなり、その母親がその子が寂しくならないようにとからくり時計を作ったということが分かりましたという。からくり時計、そういったいきさつがあったんですね。よく言うのがやっぱこう橋ですよね。なんか神社とかでもそうですけど、こう橋があって、でやっぱり橋ですからこちら側とこちら側を結ぶところだから、よく神社なんかだとこの橋を渡った向こう側がもう神域神様の場所ですよとかね。だからやっぱりこうあの世とこの世とかなんかそういうものをね、こうつなぐ橋だったりして、やっぱりこれが一つの境目になって、こういった存在はその橋を越えては来れないっていう、そこの境界線がその橋になってるのかもしれないですね。ね、ただこう追っかけてきて、これどうだったんですかね。キャッキャと言って走って、もしかしたらこう遊んでほしい寂しいっていう中でね、その悪気はなかったのかもしれませんけど、怖いですよね。ただなんかこの橋、向こう側とこちら側っていう、なんかこの橋を渡ってこれないんだっていう、なんかそれがすごくこう、なるほどなと思う話でしたね。ありがとうございます。さあ、最後いきます。こちら、佐賀県
メギーさん、カタカナでメギーさんですね、送っていただきました。ありがとうございます。私は日頃幽霊なるものの姿は見えないんですが、気配を感じることはありました。とある日の昼間、一人でいると部屋の上の壁がパキパキとなる矢鳴りと呼ばれる現象が特にひどかったんです。何かものすごく気になって携帯を取り、思わずその音が鳴る方の撮影を試みました。まさかね、何も映るわけないよねと思いながら動画の音量を最大にして撮影したもの、音を聞いてみたところ、不思議な声が入っていたんです。その声というのが若い男性の声で、ここは危ないと言っているように聞こえました。この日、家には私一人、外に誰かいたのかなと窓を開けてみましたが、誰もいませんでした。これじゃあ音を聞いてみますかね。こちら、これ動画ですか。でちょっとね送っていただいてるんですけども、聞いてみます。僕こういうの聞こえない方だと思ってたんですけど、ここは危ない、ここは危ない、聞こえますよね。これ10秒ぐらいの動画なんですけど、もう一回聞いてみますね。こちら。いやちょっとなんか言われてるように僕も聞こえますね。ちょっとこれさらにちょっとね、実はこのメール続いてるんですけども、紹介いたしますと、実は2016年に潜伏キリシタンの地で有名な長崎県平戸市に1年間だけ引っ越したことがあったんです。その日、引っ越した日に見た夢の中で、ちょんまげで着物姿に十字架を胸に下げた男性たち20人ぐらいから、ここは潜伏キリシタンの地です。デウスが喜ぶ行いをなさってくださいと夢で言われたことがありました。後々気づいたんですが、引っ越したあたりはなんと教科書で有名な長崎で貼り付けにあった26聖人の方たちのお墓があったんです。長くはなりましたが、声の主の方は果たして潜伏キリシタンの方々と何か関係があるんでしょうか。これはもうちょっと、本当にね、はやぶささんとかね、そういう方たちに聞いてもらわないとわからないんですけど、この潜伏キリシタンの地ね、そこの話と結びつけるんだと、やっぱりその方たちがね、こうやっぱり逃げていて、ここはっていう、そういう風にはなんかこうね、この情報だけで言うとなんかこうつながってきちゃいますよね。なんかそういったものが、思いがこう入ってきたんですかね。ちょっと音ね、結構僕こういうの聞こえないかなと思ってたんですけど、しっかりここは危ない、ここは危ないって僕も聞こえましたんで、かなりはっきり入ってんじゃないかと思いますね。びっくりしましたね。いやちょっとすごいですね。こちら写真とかもね送っていただいてとかありますけど、今回もういよいよメールに動画も貼り付けてもらって音声っていう、いやちょっとまたね、パシンペロンのはやぶささんであるとか、あと他でもねゲストの方でちょっとこうそういう力がある方いらっしゃったらね、ちょっとこれまた見てもらったりとかして鑑定もしてもらおうと思いますんで、ちょっとその辺もね、心待ちにしてもらえたらなというふうに思います。本当ありがとうございます。というわけで、今回ですね6人の方のメール、対談紹介させていただきました。本当にありがとうございました。ステッカー差し上げますので、ぜひ概要欄にありますメールアドレスの方にタイトル「ステッカー係」と書いて連絡先送ってください。時間かかってしまうかもしれませんがステッカー差し上げます。ぜひね楽しみに待っていてください。そして引き続き皆さん不思議体験ありましたらどんどんね送っていただけましたら幸いです。お願いいたします。
というわけで今回もご投稿怪談、皆さんからね送っていただきました怪談紹介いたしました。本当にありがとうございました。というわけで島田秀平のお怪談巡りでした。ありがとうございました。さあここでですねお怪談巡りから皆さんにお知らせがございます。お怪談巡りの演出をですねずっとやっていただいてます大熊一郎さん、またですね年末に舞台の方作演出で手掛けられます。タイトルがバックトゥーザフューチャーごっこ、12月の11日から17日までです。詳しい内容ですね概要欄の方に貼っておきますので、ぜひチェックしていただきまして、一人でも多くの方足を運んでいただけたらと思います。ぜひぜひよろしくお願いいたします。大熊さんも一言お願いします。よろしくお願いします。お願いします。